こんにちは、トバログです。今回は僕の iOS14 にしたばかりの iPhone の中身について紹介していこうかなと思います。というわけで、つい先日ね、発表会があったんですよ。Apple の発表会がありまして、そこで iPad Air と Apple Watch が発表されたんですね。僕はね、正直なところそこまで興味がなかったんで、リアルタイムで見たりとか、それを動画にまとめたりはしていなかったんですけど、それに伴ってなんですけど、iOS14 が最近配布され始めたということで、僕もね、今回ちょうどアップデートしてみたんで、ちょっとね、いろいろホーム画面の方をいじってみました。これまでの仕様からめちゃくちゃすごい変わるってわけではないんですけど、こんな風にねウィジェットが追加されたりとか、いろんなところでこういうライブラリーができたりとか、そういうところがね使いやすくなっていたので、今回はその機能を極力活かしつつ、自分に適したホーム画面を作っていこうかなという感じで、とりあえずね組み立ててみたというところです。でiOS14 になって何が変わったのかとか、どういうところが使いやすくなったのみたいなところはね、いろんな人がレビューの動画とか、そういうアップデート情報とかをまとめた動画を出してるんで、そちらを見ていただくとして、今回はシンプルに iOS14 にしてみた僕のホーム画面をね紹介していくという形にしようと思います。というわけで行ってみましょう。まずは僕の iPhone について簡単に紹介しておくんですけど、僕の iPhone は iPhone 11 Pro ですね。国内向けの SIM フリーモデルで 512GB のストレージを搭載した結構ねスペックが高めのものとなっています。カラーがシルバーですね。で中に入っている SIM はドコモの SIM を使っています。格安 SIM も数社契約はしてるんですけど、そちら iPad に入れたり Android 端末に入れていて、メインの SIM はねドコモを使っているっていう感じですね。でメインの電話回線とかもこの iPhone で対応しています。でケースに関しては前も紹介しているんですが、これはマイナスっていうデザイン事務所が作ったケースですね。もう本当に極力ミニマルな感じというか、裸で使っているのと遜色ないレベルでミニマルな感じで使えるので、それがかなり気に入っています。で素材自体はプラスチックなんですけど、一応ね表面にフッ素加工がされているので、指紋とかがつきにくかったりとか、あとちょっとした汚れがねつきにくいっていうことで、シンプルミニマルながら結構長く使えるって感じですね。一方で結構滑りやすいんで、何回も落としてるからこの辺はねちょっと汚れがついてきてしまってるんですけど、結構気に入っています。で表面のガラスなんですけど、これは DIF っていうメーカーのものを使っています。でガラスフィルムって結構ものによっていろいろ違いがあるんですけど、これはあんまり指紋がつきにくいっていうのと、あとこの縁取りがねバンパーみたいになっていて、このまま直接落としてしまっても画面が割れるっていうことはねそうそうないっていう感じで、結構長く愛用しているガラスフィルムですね。でiPhone 自体はそんな感じで、だいたい2月ぐらいから使ってんのかな。多分2月ぐらいからこれを愛用しています。で結構よく聞かれるんですけど、壁紙はユトログっていう、YouTuber が作っている壁紙の5月のカレンダーのものをずっと使っています。これもね本当にマイナスのケースとすごい合う感じで、シンプルでおしゃれなんですよね。ただ通字で結構ね埋まってしまうことが多いので、ここのカレンダーそんなに見ることはないから、5月のカレンダーをそのまま使っているっていう感じですね。でこの壁紙なんですけど、壁紙は日本のアクセサリーブランドのTENっていうところがあって、でそこのね3周年かな、3周年の記念の時に配布していた壁紙を使っています。なんか白い漆喰でこう塗られた感じのもので、結構ね僕の奥さんがそのTENっていうブランドのリングとかが好きで、そこが配布してる壁紙がすごいおしゃれだなっていうことで、僕もダウンロードして使っているっていう感じですね。でここからは詳しく中身の方を紹介していこうと思います。はい、まずホーム画面なんですけど、ホーム画面は、このミーハーな感じで iOS14 に対応したウィジェットを置いていたりとか、この4段によく使うアプリを置いているという感じです。でこっち側はウィジェットを置いていて、でこっち側も iPhone14 の機能だと思うんですけど、アプリライブラリーっていうのがあって、そこで分かりやすくね結構アプリがまとまっているので、基本的にはこのサジェスチョンを使うっていう感じですかね。ホームから紹介していくと、まずこのねウィジェットなんですけど、一番上のウィジェットは Yahoo の天気を置いています。でこれ雨レーダーになっていて、で自分が今いる位置の現在の天気とか、これからの天気ですね。今15時過ぎぐらいなんで、0時ぐらいまでで雨が降るかどうかっていうのを
教えてくれます。結構ね、最近やっぱり雨っていろんなところでなんかいろんなタイミングでゲリラ豪雨的な感じで降るじゃないですか。で、僕結構自転車移動することが多いので、それでね急に雨が降られても困るということで、雨レーダーを置いてるんですが、まだ iOS14 ダウンロードして入れたばっかりなんですけど、これがかなり便利だと思いますね。で、これも iOS14 の機能で本当にすごいなと思うところなんですが、このウィジェットをスライドするとなんとカレンダーになったりとか、あと今の話題になってるニュースの見出しを出してくれたりとかするんですよ。これもスタックっていう機能なんですけど、このスタックっていう機能をオンにすれば、まだ対応アプリはねそんなに多くないんですが、情報を瞬時にホーム画面で把握できるということで、これがかなり便利な気がしています。で、僕の iPhone の使い方だと結構ねここぐらいまでは指動くんですけど、こっちの上の方に置いてあるアプリってなかなかね手届かないんですよね。なので上の方にはパッと見ただけで情報がわかるようなウィジェットを置いているっていう感じです。で、ホーム画面から行くんですが、写真、電話、計算機、マップみたいなよく使うアプリを置いています。車移動することも多いのでマップを使ったりとか写真、電話とか結構使います。一応 Apple のニュースに関してはここで見られるんですけど、自分に最適化したニュースは結構ね Google で見てることが多いので、こうやって Google のなんかニュース欄がすぐに開けるように、Google ここに置いてますね。で、あとインスタとか、通知がいくつかあるんですけど、インスタとか、ビスコっていうのは写真編集アプリですね。これマジで便利なんですけど、これ本当にすごくて、こうやって適当に撮った写真を、フィルム調に加工してくれるっていうタイプのアプリです。で、Twitter とかによく写真アップしてるんですが、そういう時はね必ずこのビスコで加工をしてからアップしています。なので結構分かりやすい位置に置いてます。で、YouTube ですね。YouTube は普通にこんな感じで、だいたいスマブラの映像を見るときに使っているっていう感じです。で、これはね YT スタジオって言って、これ YouTuber なら御用達なんですが、 YouTube のチャンネル登録者数の伸びだったりとか、あとアナリティクスって言って自分が出した YouTube 動画が今現在このぐらいの人に見られてますよとか、そういうのをね教えてくれるアプリですね。もちろん皆さんからのコメントが来たらここに通知がいって、僕はそれを読んで、ハートを押すか後でまとめて返信するかをしています。で、音楽アプリなんですけど、僕の場合は YouTube Music っていうのをよく使ってますね。朝20とか、あと朝カフェとかボサノバみたいなのをよく聞いたりしています。もともとは Spotify 契約してたんですけど、僕そんなにねカスタマイズしないなっていうのと、あとYouTube の広告がなくなった方が個人的に嬉しいかなっていうことで、YouTube Music にまとめちゃってますね。あと海外の方からのコメントも結構多いんですが、わからない言語とかもあるので、この Google 翻訳は結構ね使いますね。あと海外行った時とか看板をこのカメラで読み取ったりすると、本当にもう情報がめちゃくちゃわかるんでメニューを取ったりしてます。で、何かあった時にすぐ録音開始できるようにボイスメモ置いてます。で、Twitter と、あとカオスな状態なんですけど Gmail ですね。通知が15,000件来てるんですが、基本的にはねもう営業メールとかもすごい毎日来るし、本当に読みたいメールがあったら通知を押して読むっていう感じにしてます。で、こっちは地味によく使うんですけど、マネーっていう項目で銀行残高だったり、この Suica のチャージだったり、ショッピングだったり、あとクレジットカード明細とか、そういうのをね全部この中にまとめて入れています。最近引っ越してよく使うのは、まだ車を持ってないのでこのカーシェアで検索して、レンタカーを予約するっていう感じですね。で、結構最近買い物する時だと割とねクレジットカードとか現金っていうよりも iPhone で決済してしまうことが多いんですね。僕の場合だと例えば Suica で支払ったりとか、あと各種 QR 決済をまんべんなく使っているので、それでなんか残高が多いやつから使っていくって感じにしてるんですけど、割と iPhone で QR コード決済って面倒じゃないですか。なんかメルペイがあったり LINEPay あったり楽天ペイあったり、あと PayPay があったりとか、常時使ってるの4つぐらいあるんですけど、それを全部ホームに並べておくのもちょっとダサいなっていうことで、新しく iOS14 から背面をねダブルタップとかトリプルタップをすることでアプリだったりとか、なんかそういう機能を呼び出すっていう機能が追加されたんですね。で、僕の場合だとそれに対して、ダブルタップをするとなんか LINEPay、PayPay、メルペイ、楽天ペイ、ウォレットみたいな感じでショートカットを呼び出せるようにしています。そうすることでこのホーム画面が結構ねスッキリ感があるっていうのと、わざわざこっちにスライドさせた時にもう1画面追加しなくてもいいっていうのがかなりね iOS14 になってから便利なのかなっていう感じがしますね。
でこうやって背面をダブルタップして、メルペイとかが出てくるんで、こうやってメルペイがすぐ開けるとか、そういうショートカットを割り当てて使っています。これに関しては結構ウェブ上で情報が出ていて、このショートカットっていうものに対してレシピが割り当てられるんですけど、そのレシピを、僕の場合だと他の人が作ったレシピをねもらってきて、で今ここで使っているっていう感じですね。このショートカットのおかげで余分なアプリをトップに出すことなく、何枚もホーム画面が増えるわけでもなく使いやすくなっているかなと思います。作ってくれた人ありがとうございます。ホーム画面はこんな感じですね。あとノートアプリの Notion だったり LINE だったり Google Chrome メインのブラウザを置いていたり、カメラアプリを置いていたりします。で基本的にホーム画面は1枚に収めたくて、今のところはね本当に1枚だけにしています。何回もねスライドするのもめんどくさいので、基本的には1枚にしていて、使いたいアプリでいつも使わないアプリが使いたいってなった場合は、こうやってスライドしてここから使いたいアプリをすぐ検索したりもできるし、 iOS14 から App ライブラリって言って、自動的に使うアプリこの中にありそうなんじゃないのみたいなのをカテゴライズしてくれるので、この中からね探したりもできるので、結構ホーム画面をすっきりさせやすくなった気がしますね。こんな感じで使いたいアプリとかが結構出せるようになっています。この辺は Android でいうドロワーみたいな感じでよくね昔からあるんですけど、ポンって押すだけでホーム画面にないアプリの一覧が全部出せるっていうのが近いところですね。で左にスワイプすると、ウィジェット画面が出てくるんですけど、ここもね iOS14 からちょっと使いやすくなってる気がして、ウィジェットに対応してるので、こんな感じでね Yahoo の天気を置いたりとか、あとタスクを置いていますね。タスクに関してはね僕結構忘れっぽいんですよ。かなりねやるべきこのタスクとかを忘れてしまうんで、分かりやすいようにここに今日のタスクっていう感じで、朝起きてコーヒー飲んでる時とかにこのタスクをね整理して、その日のやるべきことをまとめておこうかなと思ってここに置いていたりとか、結構ね Twitter やりすぎてしまうので、それを監視するための今日はどんなアプリをどのぐらい使ったのかっていうアクティビティをここに置いています。でカレンダーなんですけど、カレンダーもねここから iPhone 純正のやつに飛べるんですが、前までの名残というか今まで使っていた Google カレンダーをね置いています。個人的にはね Google カレンダーの方が使い慣れてるので、 Google カレンダーが対応したら切り替えようかなという感じですね。で一番下はYouTube Music を置いています。いろいろこれもアプリとか変えられるっぽいんですけど、今のところはこのウィジェットがね純正のものにしか対応してないので、基本的には今純正を置いてるっていう感じですね。はい、というわけで僕の iPhone のね中身について紹介してみました。正直なところこれまでiOS12 とか13ぐらいまではあんまりねホーム画面をいじったりとか気にせずに、ダウンロードしたアプリ順に何枚もホーム画面があるっていう状態が続いてたんですけど、 iOS14 からウィジェットが置けるようになったりとか、アプリをカテゴライズして裏に隠しても使いやすくしたりとか、そういう機能がね割と増えていた気がするので、今回はそれを機にねいろいろといじってみたという感じです。今ね iOS14 になったばっかりで使い始めたところなんですが、徐々にブラッシュアップして自分なりに使いやすいようにしていけたらなと思っています。トバログではこの動画の他にも僕の持ち物のカバンの中身を紹介していたりとか、あと人のカバンの中身とかルームツアーを紹介するのがすごい好きで、そういうのもよくやっているので、ぜひよかったらチェックしてみてください。それでもしよかったらチャンネル登録もお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。